こんにちは、加藤です。今日は第4回目になりますが、何を書こうかなと考えたんですけれども、手ではなくて指先、爪というか、この先の部分、特に指先、爪がうまく書けないっていう方結構これまでね、生徒さんで多かったので、今日は指先に限って手全体っていうとちょっと大変になりそうなので、指先、爪を含む指先を簡単スケッチしていきたいと思います。で、用意したのはいつも通り、クロッキー帳と、6B、それから練りゴム。ここまではいつもと同じ道具立てです。では早速行ってみたいと思います。いろんな角度からスケッチしていこうと思うんですけど、片っ端から描いていってみましょう。これ指先っていうか爪の形、個人差が結構激しいんですけど、例えば私親指、正面から見るとこんな形してます。横から見るとこんな形。人差し指は正面と横からこんな形。そんな風ないろんな向きから見た爪の形をね、捉えていこうと思います。じゃあ親指ちょっと見てみようかな。私の親指こんな形してます。親指があって、ここシワがあって、でここにこう爪があるんですけど、私の指はね、ここが結構両サイドが膨らんでるんですね、この辺ね。で爪は、爪よりも私指の肉の方が手前にあるので、こういう形で、親指はちょっと四角っぽいかな。こんな形してる。で今回はいつか手を描くであろうその日のための練習っていうかね、いきなり手を描こうとした時に爪でつまずく方が多いので、その時のための練習っていう感じで捉えていきましょう。親指の爪こんな感じで描いてみました。もうちょっと観察しましょうか。この辺りは少しね、肉に爪がめり込んでて、で爪の先端この辺、さっきね、今さっき切り揃えました。ここですね、ここちょっと肉がめり込んでる感じで、爪の生え際この辺なんですけど、私の場合はね、あんまりこのね、色が変わる白く見えるところがないんですよ。もうちっちゃい頃からあんまりなくて、これがないとあんま健康的じゃないみたいに子供の頃よく言われてたんですけど、実際どうなんですかね。生まれつき、白い部分が強い、はっきりある人とない人といるような気がします。爪の形、例えばこんな感じで、指の形が少しここがね、私膨らんでいて、でここから骨につながる、ここにこう骨があるんでね、骨につながるので少し指の形も膨らんでいきます。こう来て、この辺が膨らんでいって向こうにつながると、こんな感じかな。親指、正面から見るとこんな感じです。親指違う向き描いてみたいと思います。例えばこんな向きどうでしょう。ちょっと横から見た感じ、この感じ。ここが関節で、その先親指が少し反り返ってるような、こんな見え方しています。この部分だけ見ていきます。爪があって、で指があって、大まかな形としてはこういう、なんて言うんでしょうね、ウインナーみたいな形っていうのかな、になっています。でこのね、爪の根元を見るときに手前側から見ているのか、向こう側から先端側から見ているのかによってここの形状変わるんですけど、最初はね、少し手前側から見た形、こっち側から見た形、指先をこう見た形、これ断面として、向こうに向けてこう見た形、このイラストは通じてるのかな向こうへ向かうウインナーを切ったようなもんだと思ってください。そんな風に見ていこうと思います。ここね、この部分、爪の付け根の部分の形がですね、ちょっとだけ手前から見ているので、指先がこんな風にあって、爪の生え際が少し手前から見ているせいでこんな風になってるかな。この部分、こ
このカーブはこんな感じで爪があって、爪の先端、少しね線を整理してみます。こんな感じかな。ここが向こうの爪の生え際、爪があります。で向こうの皮膚、指を支えている肉があって、ここがその白いところ、手前、ここは爪肉にちょっと食い込んでる感じで、指の先がちょっと見えています、私の場合。これ人によってね、爪の方が先端までいってる人の方が多いと思うんですけど、自分の指見ながら一番見慣れた形を描いていってみましょうね。自分の指がお手本になると思いますけど、ちょっと清書しましょう。余計な線を薄めておいて、ちょっと実線で強いはっきりした線で整えます。これ指先の形。ここは向こうの肉がちょっと盛り上がっているところ。ここが指の関節、ちょっとシワがあるところ。はい、こんな感じでしょうか。手前から見た親指の爪。こんな感じ。こんな感じ。はい、もう2つ描きましたよ。次はね、他の指描いていこうと思います。今度はね、指先から見た形も描いてみようかな。今度はこんな風に自分に向かってくる指先、人差し指をね、ちょっと描いてみたいと思います。こんな風に。よくね、人を指さした時のこの先端から、ここが指の先端です。で、ここが1本目の関節、2本目の関節、手の向こう側。こんな風に指が遠くから手前へ向かってこう来るわけですけど、描く際に私こんな風にね、丸々でダンゴムシみたいに重ねてみました。これが先端、これが最初の関節、向こうの。じゃあね、爪の形見ていきましょうね。ここの部分は爪を正面から見ているので、こんな風に見えているかな。で、指の先端はね、私の場合はね、こういう先を見るとこういう形してるんですよね。ここがちょっと尖っていて、両サイドが膨らんでいて、で、爪が上に乗っかっていて、断面で言うとね、こんな形してるかな。私の指先。ね、不思議な形ですよね。まん丸じゃない。で、それをちょっと斜めから見ているので、この爪の形もね、ちょっと複雑に。ここが爪の生え際で、ここが爪の先端。で、私、人差し指の爪はちょっとこう丸くなってるんですね。横から見ると、こう関節があって、指先、爪があって、で、指先、人差し指だけは、なぜか爪の先と指の先がだいたい揃っている。こんな風にちょっと湾曲した爪になっています。なので、斜め前から見た時にも、そんな風に、ちょっと湾曲した形に描いていこうと思います。これが爪ですね。で、爪の先端、さっきちょっと切ったんですけど、ちょっとね、白く見える部分、爪の先の伸びた部分があります。で、指先、向こうの皮膚というか指先の形。ここがこの指の先端、ものを持つ時の一番ぷっくり膨らんでいるところです。で、こっち側少しね、肉に爪が食い込んでいるところ、生え際に向かって指の肉がちょっと覆いかぶさっている。こんな感じかな。人差し指は親指に比べるとちょっと長い。この関節から先までがね、ちょっと長いので、こんな感じかな。
こが1箇所目、ここが2箇所目で向こうにつながる。はい、余計な線をちょっと整理しますね。あとね、これ今余計な線って言いましたけど、このなんか謎のふわふわ描いている、最初に当たりをつけながら描いていた、細くて頼りない謎の当たりをつける線なんですけど、これもね、活かせるものなら活かした方がいいと思うんですよね。綺麗な実線だけを最後、清書みたいに言いましたけど、残すだけじゃなくて、ちょっとそのニュアンスというか、立体感だったり前後感だったりの役立つことがあるので、この補助線みたいな弱い柔らかい線も活かせるところは、残せるところはちょっと残してあげるといいかもしれないです。はい、人差し指を斜め前から見たところ、爪の形、こんな感じで。もうちょっとはっきりさせよう。ここが爪の先端、これが付け根生え際で、爪の甲、爪の、背中側、はい、こんな感じでしょうか。指の先、なんか人差し指っていう割にはちょっと太かったかな。もうちょっと細くしましょう。ちょっと厚みがありすぎたかもしれない。もうちょっと細く、こんなかな。このくらいですかね。ちょっとごつくなりすぎたので、最後ね、少し細くしてあげます。これが指の先。これが1個目の関節、2個目の関節で向こうにつながる。はい、こんな感じで人差し指を斜め前から見た形で合わせて、今度はね、何本か一緒に書いてみましょう。親指、人差し指、中指、薬指、小指、この先だけちょっと見てみましょうね。こんな風にして見てみましょうか。親指があって、人差し指、中指、薬指、小指、ちょうど何かを持つような感じで中心に向かってこう手をギュッとね集めています。で、少しずつ向きが違うので、そのあたりをよく見ていきましょう。人差し指、中指、薬指、小指、親指、本当にそれぞれ向きが違いますね。この先だけ見ていきますね。ここだけ見ていきます。まず親指この辺かな、この辺で、爪もちょっと書き入れながらこの辺で、人差し指ちょっと下から見ると上向きになってる感じかな。で、中指は指の関節がちょっと見えている、ここ隙間があって、薬指で、小指は内側を向いている。こんな感じでいきましょうか。少し薄くしておいて、もう一回見直してみます。何度もね見直していきます。こんな感じでいきましょう。まずここ人差し指、親指、で、ここが中指、爪の位置が人差し指ここら辺、中指この辺ですね。で、薬指はこんな感じ、爪の形もちょっと内側を向いている、こんな感じで、小指はもっと内側を向いている。爪の形もこんな感じ、かな。小指だけちょっとね形見ておきましょうね。
で薬指どこ行った？薬指がこの辺、なんか薬指ちょっと太いっぽいな。この辺に関節が来て、この辺りにまた関節が来て、この辺りに手とつながるシワがあって、こんな感じですかね。ここはちょっと見えていて、これもやっぱり中指ちょっと長い、大きいな。少し向こうへ行って、こんなか。親指も少し整理してみましょうね。こんな風に爪があって、向こうの骨につながっていくと。この辺にシワがあって、こんな感じかな。こんな感じ。なんとなく感じ捉えられたかな。ちょっと清書してみましょう。余計な線を消しながら少し整えていきます。指を描くってね、やっぱり難しいんですよね。特に、4本5本の指がみんなね別の方向を向いてるっていうのがなかなかこう気づきにくいので、描き始めた時に全部同じ方向を向いてるように描きがちなんですけど、親指だけはね別の方向を向いてるってわかると思うんですけど、その他の4本が結構ね小指なんかは内側を向いているので、指の曲がる向きですね、内側を向いているので、そのあたりよく観察して描かないと、なんかねお人形みたいっていうか作り物みたいな感じがするので、描くときにはねどっち向きなのか、その指の形がどっちに曲がる向きなのかっていうあたりをよく捉えていきたいですね。親指の形がなかなか決まらないな。はい、ここ人差し指、爪で、ここが親指、爪、こんな感じかな。手を描く際って結構ね毎回こうポーズがちょっとずつずれる形が変わって見えるっていうのも描きにくい難しい理由だと思うんですけど、私も今これやってみてね、ほんとね毎回同じポーズ取るの難しいですよね。今描いてるところを正面に見ようと無意識のうちにしちゃってるので、毎回ポーズが変わるというね。はい、でも全体で見ていきましょう。人差し指から小指までこんな風な感じで何かをつかむような形をした時の大まかなこの配置ですね。配置がだいたい同じくらいの配置になるように毎回ね、特にこの爪の先端は基準になりそうなのでよく見て揃えてあげます。でその次に指の先端の形状、指の先の形、何度も言いますけど、なんかぷくっと膨らんだ形、それをよく見ていきます。爪の形と指の先端の少しぷくっと膨らんだ形、小指薬指大体良さそうです。で次にこのね中指の爪の形がね結構難しいですね。指が少し長すぎたかな、奥側がね。ここちょっと難しいですね。あと何が難しいって、私の中指の爪の向きってちょっと外を向いてるんですよね。これもしかしたら子供の頃ちょっと怪我をして少しずれた、向きがずれたような気がします。人によってなんですけど結構個人差があるので、指の形状って最初はねなんか本当は人の手はこうなってないかもしれないけど自分の手はこうなってますっていうのをね
観察の元にしてあげるといいと思います。人差し指の爪もちょっと謎だな。これ見直しましょう。ここが付け根の部分で手前に向かって飛び出てくる。で爪の先はここですね。ここが爪とだいたい一致するような指の先端。先はちょっと丸くなっている。指の背中側、ここの関節のところはちょっと尖ってる、こう2つ四角いっぽい感じで見えていますね。私の指の場合はね。だけど中指の関節はもうちょっと丸っこいのか。指によってちょっと形状がやっぱ違いますね。こんな感じ。で最後親指の爪の形とその向こうの肉の部分をもう一回見直してみましょう。これね、書きながらやっぱり向きだいぶ変わっちゃいましたね。そのせいで最初親指の向こう爪見えてなかったと思うんだけど、今見えるようにしちゃいました。でなんか親指だけやけにでかいな。もうちょっとちっちゃいな。ちょっとだけね、今爪に影つけましたけども、形的にはこんな形かな。ね、親指の先端少しこっちを向いてる感じで、こんなんですかね。はい、こんな感じ。どうでしょう。今日は指先、爪を含む指の先端のスケッチ、横向きだったり正面だったり手前を向いたりしているところをスケッチしてみました。こんな感じで、指先、手をいきなり描くって結構難しいと思うんですけれども、指の先端だけ、をテーマに、自分のね、描きにくいなって思う向きのスケッチ、時間がある時にちょっとしてみてはいかがでしょうか。いずれ役立つ日が来ると思います。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。